大根の上に、貝柱を置いて、ここに、卵黄ですね。この薄い方からヘラを差し込んで、はい、蒸しアワビということで、今日は、蒸しアワビを作るんですけれど、主にね、肝ソース、アワビの肝でソースを作って、この蒸しアワビと一緒に食べるという食べ方があるんですけれど、そのね、肝ソースの作り方を中心に紹介しようかと思いますんで、まずはね、こんな感じでアワビを磨いて汚れを落とします。これはね、メガイっていうアワビで、メガイはね、全体にオレンジ色がかかったアワビでして、お刺身にはそこまで向かないけれども、比較的柔らかくなりやすいアワビと、黒アワビなんかもね、火を入れて食べても十分にね、柔らかくなって香りも出て美味しいんですけれど、こっちのね、メガイに関しては火を入れる料理には向いているんですけれど、生食には向いていないアワビっていう印象ですかね。北海道なんかのエゾアワビっていうのがあるんですよ。エゾアワビなんかはね、別に火を通して柔らかくならないことはないんですけれど、そもそもがね、小さいものが多いので、どうしてもね、火を入れて多少なりともアワビは縮むので、だからエゾアワビなんかはあまりね、加熱には向いていないアワビっていう印象ですかね。アワビはね、この際の部分だとか、この表面に結構ね、砂を噛んでいることが多いので、この砂をしっかりたわしで落としてくださいと。こするとどうしてもこの表面の色素は落ちてしまうんですが、これは気にせずガンガン落としてしまってくださいと。表面磨いて、この甲羅も磨いたら、ここから、アワビを外しますと。それでアワビ外す際は、別にね、貝むきでも外せますし、スプーンでも外せますし、あとこういう木のヘラなんかでも外せるので、手近にある道具でね、外してくださいと。このね、殻がこう厚い方と薄い方とアワビはあるんですけれど、この薄い方からヘラを差し込んで、ここの真ん中にね、一つ大きな貝柱があるので、その貝柱を外せば、こういった形でね、簡単にアワビは外せますと。これ肝とバラバラに外す方法もあるんですけれど、僕はね、これ肝一緒に外しちゃって、最後ここでね、バラすっていうことが多いですかね。あと職人さんによってはこれね、おろし金の取っ手の部分を使って外すなんて方もいるので、だからね、薄いなんかこういうヘラみたいなものなら簡単に外せると。はい、こんな感じで、アワビを外していきますと。今度はこのアワビのね、肝と身を切り離していくんですけれど、これはね、この貝柱の周りにこういった形で包丁入れれば簡単に外せますんで、そんなにね、難しい作業ではないと思うんで、あと手で引っ張るだけでもね、スルスルスルっと外れていくんで、その辺ね、やりやすいように外してくださいと。当然肝はアワビの口とつながっているので、ここがね、アワビの口なんですけれど、これね、指で押してこう口を取り出すこともできますし、あとは、加熱してね、最後に口を取り外すなんてこともできるんで、これ僕はね、火入れた後に口を外した方が外しやすいと思うので、これもね、作業しやすいように、進めてくださいと。そうしましたらね、これ肝と身とに分かれたと思いますんで、ここからね、じゃあまずは身を掃除しますと。でこれ表面こすったんですけど、このね、殻に隠れていた部分はまだ磨いていないので、この部分をたわしでこすって砂をね、落としますと。メガイに関してはね、結構日本各地で水揚げがあって、京都なんかでも水揚げありますし、あと九州、これなんかは今日長崎産のメガイなんですけれど、
千葉なんかも結構アワビの名産地だったりするので、ほんとね、アワビは日本各地で、取れるっていうイメージですかね。そうだからアワビはね、水揚げ量自体は少ないんですけれど、日本各地で取れるという産地でというよりも、アワビはどちらかというとね、大きさで値段が決まるっていう印象が強いですかね。大きさと鮮度っすよね。500g とかあって、で生きのいいね、状態のいいアワビだと、キロ15000円とかね、それぐらいしてしまう印象ですかね。こういった形でね、身の掃除が終わりましたら、一度水洗いをしますと。続いて今度ね、肝の掃除をするんですけれど、肝というのはね、分かりづらいはづらいんですけれど、勾玉みたいな形をしているんですけれど、ここにね、膨らみがあるんですよ。この R の部分に膨らみがあって、この部分に結構砂が溜まるので、この部分を切り落として、ここのね、中に砂が溜まっている場合があるので、この部分を水できれいに洗い流しますと。蒸した後にこの砂の掃除をする方もいるんですけれど、僕はね、これ生のうちに掃除した方が、砂をね、落としやすいと思うので、先にね、外して掃除してしまいますかね。砂袋を切り落としたら、ここにね、流水を当ててきれいに洗い流すと。ここからね、アワビを蒸していくんですけれど、蒸す際は、蒸し器にボウルでもバットでもね、何でもいいんですけど入れて、アワビを入れて、大根入れて、昆布入れてという感じですかね。それでこれね、大根なんですけど、これなんで大根入れるのかというと、大根にはね、一応この消化酵素の影響で、魚介類をね、柔らかくする効果があると言われているんですけれど、正直ね、大根入れたからといって柔らかくなるわけではないのかなと。物が悪ければ大根を入れたところでという印象はあるので、どちらかといえばね、香り付けのイメージが強いのかなっていう。アワビってここのね、貝柱が一番柔らかくなりづらいので、僕はね、一応大根の上に貝柱を置いて、その上から昆布を敷くと、こんな感じで蒸してますかね。これもね、あまり入れすぎると時間かかってしまうんで、適量ね、蒸し器の中に入れて、蒸してください。これは好みにもよるんですけれど、お酒の香りがね、好きでしたらここでね、お酒を振りかけても、アワビにお酒の香りが移って、美味しいね、蒸しアワビになりますんで、この辺お好みで調整くださいと。ここから蒸していくんですけれど、これね、正直蒸す時間はね、何分とは断言しづらくて、これね、ものによってね、本当にアワビって30分で柔らかくなるアワビもいれば、2時間蒸してやっとね、柔らかくなるアワビもいるので、30分だとか1時間ごとにこうね、串を打ってみて硬さを確認して柔らかくなったら、仕上げとするのがいいんではないかと思いますんで、その辺は好みの感覚で蒸してくださいと。今回ね、これちょっと蒸し器に余裕がないので一緒には蒸さないんですけれど、肝もね、一緒に蒸してしまって大丈夫ですんで、ただ別の容器に入れてね、蒸し器に入れるっていうのがいいんじゃないですかね。肝の場合はね、僕はね、昆布も何も入れずに肝のみで蒸してしまいますかね。20分30分蒸せばしっかり中まで火が入るので、肝はそんなにね、硬さを気にしなくてもいいのかなと思いますんで、アワビが柔らかくなるまでしばし待ちたいと思います。蒸してるとね、途中でこんな感じでこう下にね、蒸気が水滴となって溜まっていくので、このね、汁にはアワビの出汁も含まれているので、この汁は別で取り置いて柔らかくなるまで蒸しますと。今で、1時間半ほど蒸したんですけれども、こうね、串を刺してみてスッと入るようなら十分柔らかくなってますんで、そうしたら
蒸しアワビは完成ですと。こちらのアワビの出汁ね、これと肝を使ってアワビのソースを作ります。アワビの肝なんですけれど、これはね、蒸し器に入れて20分ほど蒸したものでして、まずは、これね、先ほど砂袋は外しているので、あとはこの部分がアワビの紐なので、紐と肝を分けますと。こういった感じですよね。こちらが肝ソースに使う肝で、こちらは紐とエラがくっついてる状態ですね。ここからこのアワビの肝を、こしていきますと。こすときはね、こういった感じでこし網使って、このこし網に肝をこうなんていうのかな、押し込むようにして、裏ごしにかけますと。でね、これね結構力のいる作業なので、もしね固定できるならこう両手でね、体重かけながら押し込んだ方が作業自体は早く進みますかね。肝をこし切ると、これね一応下にボールをかませてはいるんですけれど、こんな感じでね、こし網の裏にこの肝がくっついているかと思いますんで、このこした肝を使って、肝ソースを作っていきます。肝ソースはまずこの肝を入れまして、ここにねこれ先ほどのアワビの出汁を、少し加えますと。このアワビの出汁は一度ねペーパーか何かで軽くこしておいた方が口当たりのいい肝ソースになりますんで、その辺ね若干手間ではありますけど、こしておいてもいいかもしれないですね。肝と出汁を、ここでね一度合わせます。一度こしているとはいえ、ここでねよくほぐさないとこの肝がね出汁になじまないので、ここで一旦ねよく混ぜます。ここに、これはみりんっすね。みりんと、あとは醤油、醤油と、あとお酒ですね。お酒を少量加えて味を整えます。このままね火にかけてもどっちにしろソースがシャバシャバのままなので、ここに、卵黄ですね。卵黄を加えます。卵黄を加えましたら、これね火にかけて程よくとろみがついたら肝ソースの完成と。人によってはねこれね小麦を入れる方もいますし、あと生クリームだとか牛乳入れる方もいますし、バター加えるなんて方もいたりするので、その辺はね好みで加えてくださいと。バターとかね入れても当然のように美味しいんですけれど、僕はねどうしてもねバターとか香りを加えるとアワビ自体の香りは弱くなる気がするので、なるべくこのねアワビと昆布の香りを邪魔するようなものは、もちろんね相乗効果があるというのはわかるんですけれど、僕の場合は加えないですかね。そうで、だんだんね火が入ってくると、ソースがね固まり出すので、程よい硬さになったら火から下ろしてと。卵を使っていますんで、当然ね火にかけ続けるとこれがねとろみを通り越してボロボロっとしたそぼろのような状態になるので、だからね火の入れすぎだけ気をつけて、ソース作ってみてくださいと。程よい、加減になったら、ソースの完成でございますと。アワビと合わせて食べるだけですね。盛り付けはねどう盛り付けてもいいと思うんですけれど、ある程度のね大きさにアワビを切って、あとはねもう器にアワビを入れて、上からソースをかけて完成と。そうでね、これソースね今回固めに仕上げたんでこういった形ですけれど、ソースを柔らかめに仕上げてソース下に敷くなんて作り方する方もいますんで、お好みでどうぞと。あとね人によってはわさびを添える方もいますし、あと柚子を添える方もいたりするので、好きな薬味添えてくださいといったところですかね。
でね、僕のおすすめはね、これね、わさびも柚子も添えずに、本当にアワビとアワビの肝の味だけを楽しむっていうのがおすすめなんですけれど、まあどうしてもね、この見た目が、アワビと肝のソースだと見た目が寂しいので、色のあるもの添えてもいいんじゃないかなとは思いますかね。本日は、蒸しアワビの作り方と、アワビのね、肝ソースの作り方でございました。以上です。